夜の宇宙には、果てしない静けさが広がっていた。無数の星々が、暗闇の中で小さな光を放っている。その中に、ひときわ青く、美しく輝く星があった。地球。白い雲がゆっくりと流れ、広い海は月の光を映していた。大地には森が広がり、川が流れ、大小さまざまな町には、無数の明かりが灯っている。ある国では、新しい命が誕生していた。小さな産声を聞きながら、母親が涙を浮かべ、父親がその手をそっと握っている。ある国では、家族が食卓を囲んでいた。一日の出来事を話し、同じ料理を分け合いながら、笑顔を交わしている。また、ある国では、小さな子供が窓辺に立ち、星空を見上げていた。大きくなったら、空を飛ぶ仕事がしたい、そう語る子供の隣で、家族が優しく微笑んでいる。地球では今この瞬間も、数えきれないほどの人生が続いていた。喜びがあり、出会いがあり、愛する人を思う心があった。しかし、その一方で、遠く離れた土地では、争いに怯える人々がいた。住む場所を失い、幼い子供の手を引きながら、暗い道を歩く母親がいた。食べるものがなく、空になった皿を見つめる子供がいた。誰にも悩みを打ち明けられず、声を押し殺して泣いている人もいた。人間は長い歴史の中で、何度も平和を願ってきた。それでも、争いはなくならなかった。国と国、民族と民族、宗教と宗教、思想と思想。本来、人を支え、導くために生まれたはずのものが、時として人と人との間に壁を作った。互いの言葉を聞く前に、相手を恐れた。相手を知る前に、敵だと決めつけた。自分の正しさを守ろうとするあまり、他の人の痛みが見えなくなることもあった。それでも地球は何も語らなかった。人間が争う日も、子供たちが笑う日も、雨を降らせ、風を送り、すべての命をその大地の上に抱きながら、静かに回り続けていた。まるで、傷つけられてもなお、子供を見捨てることのない母親のように。その青い星を、はるか遠くから見つめる者たちがいた。そこは、地上の人間が目で見ることのできない場所。雲よりも高く、星の光よりも静かで、時間さえも穏やかに流れる世界だった。人々はその場所を、さまざまな名で呼んできた。天国、極楽、楽園、天上界。呼び方は違っていても、人間が心の奥で思い描いてきたものは、よく似ていた。悲しみも争いもなく、魂が安らかに帰る場所。そこには国境がなかった。土地を隔てる線も、人を分ける壁もなかった。言葉の違いも存在しない。一人が心を込めて語れば、その思いは相手の魂へ、そのまま伝わった。広い草原には、地上では見たことのない花々が咲いていた。淡い光を宿した花びらが風に揺れ、その上を色とりどりの蝶が舞っている。小鳥たちは人を恐れず、澄んだ声で歌っていた。草原の向こうには、光を映す小川が流れている。その水は透き通り、川底に散らばる小石の一つ一つまで輝いて見えた。小川をたどった先には、大きな泉があった。空から降り注ぐ光を受け、水面には幾重もの虹が浮かんでいる。その場所は、光の泉と呼ばれていた。泉のそばには、壁も屋根もない学びの場が広がっている。机や椅子で区切られることもなく、花や木々、小鳥や風までもが、魂に大切なことを教えていた。そこは、光の学園。地上で生きる魂たちが、命、愛、自然、喜び、悲しみ、家族、仕事、国、宗教、そして平和について学ぶ場所だった。さらにその奥には、数えきれないほどの本が並ぶ建物があった。天井は見えないほど高く、
書棚は光の彼方まで続いている。そこには、人類が地上で記してきた歴史だけではなく、一人一人の魂が経験した喜びや悲しみ、選択や後悔までもが大切に収められていた。それは、魂の図書館。その中央には、一冊の大きな本が置かれている。けれど、その本のページには、まだ何も書かれていなかった。表紙には、ただ一言だけ刻まれている。未来は、最初から決められているものではない。地上に生きる一人一人の選択によって、これから書かれていくものだからである。そして天上界の中心には、一本の巨大な木が立っていた。幹は、何人もの大人が手をつないでも囲めないほど太い。枝は空の彼方へと広がり、葉の一枚一枚が柔らかな光を宿していた。風が吹くたび、無数の葉が星のように輝く。その根は草原の下を通り、光の泉へ、光の学園へ、魂の図書館へ、さらに遠く離れたすべての場所へつながっていた。人々はその木を世界樹と呼んでいた。世界樹は、天上界に生きるすべての魂を結ぶ木だった。それだけではない。地上に生きる人々の喜びも悲しみも、その根を通して静かに受け止めていた。誰かが心から笑えば、枝先の葉が明るく輝いた。誰かが孤独の中で涙を流せば、一枚の葉が小さく震えた。戦争が始まり、多くの命が失われると、世界中全体が深い悲しみに包まれることもあった。その日、世界樹の下には6人の姿があった。最も左に立つのは、長い年月を経た落ち着きをたたえた孔子だった。純白の衣をまとい、地上の人々が歩んできた歴史を見つめるように、静かに青い地球へ目を向けている。その隣には、穏やかな表情の釈迦が立っていた。言葉を発していなくても、その姿からは、苦しむ者の心に寄り添う深い慈悲が伝わってくる。さらに隣には、肩まで伸びた髪と、口元にひげを蓄えたキリストがいた。その瞳には深い愛と、地上の苦しみを自らの痛みのように受け止める悲しみが浮かんでいた。そして、白いターバンをまとい、目から下を白いベールで覆ったムハンマドが立っていた。見えているのは、その静かで力強い瞳だけだった。4人は、互いに前へ出ようとはしなかった。誰か一人が上に立つこともない。誰か一人の教えだけを、正しいものとして掲げることもなかった。彼らは地上では、異なる時代、異なる土地に生まれた。それぞれ異なる言葉を語り、異なる方法で人々を導いた。しかし、今ここで見つめているものは同じだった。青い地球。そして、そこに暮らすすべての命である。4人から一歩下がった場所には、2人の女性が立っていた。藍色の衣をまとった女神メルケル。その表情には、異なる意見に耳を傾け、対話によって道を探そうとする強さがあった。隣には、紫色の衣をまとった女神グレタが立っている。若い瞳はまっすぐに地球を見つめ、その星に生きる木々や動物、未来の子供たちの声まで聞こうとしていた。6人は、しばらく何も語らなかった。地球の上では、一つの国境を挟んで兵士たちが向かい合っている。別の場所では、洪水によって家を失った家族が身を寄せ合っていた。乾いた大地では、少女が空の容器を抱え、遠くの井戸へ向かって歩いている。一方で、公園を走り回る子供たちの笑い声もあった。病院では、回復した子供を母親が強く抱きしめている。一人の少年が、道に落ちていたゴミを拾い、近くの箱へ入れていた。人間の世界には、絶望だけがあるのではなかった。小さな思いやりも、誰かを守ろうとする勇気も、傷ついた人へ差し伸べられる手も、確かに存在していた。最初に口を開いたのは、キリストだった。人々は、愛することを知っています。その声は静かだった。けれど、
その愛が身近な人だけに向けられたとき、遠くにいる誰かの痛みを忘れてしまうことがあります。釈迦がわずかに目を伏せた。苦しみから逃れようとして別の誰かへ苦しみを渡してしまうこともあります。怒りが怒りを生む連なりに気づかなければなりません。孔子は地球に引かれた国境線を見つめた。家族も社会も国も本来は人を守るために作られたものです。しかし、自らの集まりだけを大切にすれば、他のものを遠ざけてしまいます。ムハンマドの瞳が静かな光を宿した。異なるものと出会うのは、争うためではありません。互いを知り、学び合うためです。女神メルケルが続けた。対話には時間がかかります。それでも、力で相手を従わせるより、言葉を交わす道を選ばなければなりません。女神グレタは、青い地球を見つめたまま言った。人間同士が争っている間にも、森は失われ、海は汚れています。地球の声は小さくても、聞こうとすれば必ず聞こえるはずです。再び、静かな時間が流れた。その時だった。世界樹の葉が、かすかに揺れた。続いて、別の枝からも光が落ちた。一つ、二つ、三つ、四つ、そして五つ。世界樹の下に五つの光が並んだ。黄色、緑、青、橙、赤。五つの光はそれぞれ異なる輝きを放っていた。明るさも揺れ方も暖かさも違っている。けれど五つが並ぶと、それぞれの光が互いを照らし合い、一つだけでは生まれなかった美しい輝きが世界樹の下に広がった。女神グレタが思わず一歩前へ出た。この光は釈迦が静かに答えた。新しく生まれた五つの魂です。五つの光がまるで6人の声を聞いているかのように小さく揺れた。孔子は光の向こうに浮かぶ青い地球を見つめた。そして穏やかに告げた。時が来たようです。世界樹の葉が一斉に淡い光を放った。その魂たちがやがて世界中の人々の前に立つことを。この時、地上の誰一人として知る者はいなかった。